空が青いなはい、おはようございます。今日は4月9日木曜日でございます。はい、ということでね、いやー天気が良くなってまいりました。そして暑くなってまいりました。夏本番って感じに入ってまいりました。はい、ということでね、昨日はまたね夜ね、12月12日、富津ドッグマルシェ、はい、を企画しておりまして、場所はですね、うち富津ラボと、隣の富津自動車さん、はい、で合同でねイベントやるんですけども、それの、出展者会議というかね、どうやってやっていこうかという打ち合わせをね、香織さんと私ともう一人香織さんと、はい、3人でね、打ち合わせしてまいりました。はい、ということでね、いろいろアイデアが出たんですけども、スケジュールをねある程度組んで、そういう準備をね、やっていこうかと思っております。ですのでね、もし、ボランティアでね手伝ってくれる方、はい、大歓迎いたしますんで、ぜひ、お声掛けください。そしてここにね、富津を盛り上げる仲間、オンラインサロン完全無料でディスコード入れますんでね、ぜひ入ってお助けくださいませ。はい、みんなでね、みんなで、盛り上げていくと、みんなで作り上げていくと、そういうイメージでね、誰かがやってくれんだろう、そこ乗っかっとくかみたいなね、そんな感じじゃダメでございますよ、はっきり言って。はい、自分がね自ら動いて、はい、そして、ここ地元富津のためにね動かないと、こう遠目でねこうやって見ててね、やってんな、やつらやってんななんてね思ってたら何も変わりません。全く変わりません。はい、変わんなくていいよと思ってる人は、結構でございます。はい、そのままどうぞ。はい、ということで、今日もちょっとイベント盛りだくさんで、今日は、まずベビーカー倉田さんがね、11時に来て、でそれから、午後から内弁慶のねドッグジャンププール、はい、続きねやっていかないと、もう夏来ちゃいましたからね、とっとと終わらせてオープンさせないとということでやっていきたいと思います。ということで昨日ね53歳男性がねまた人生相談に来られまして、はい、何やっても仕事辞めちゃうと、で今やることがないと、でやりたいことも見つからないということだったんで、じゃあリサイクルショップね毎日顔出してでお話ししていきましょうよっていうことで、今日もしかしたら来て一緒にドッグランじゃねえや、内弁慶でね、ドッグジャンププールね、作るかもしれませんし、やる気なければもう来ないかもしれませんし、それは分かりません。はい、ということで今日も元気出して、暑いですけども元気出してやっていきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということでね、午後から、暑くなりましたね。梅雨明けですかね、どうですかね。だんだんね暑くなってまいります。はい、ここはね風があると非常に涼しゅうございましてですね、風と日陰があるとですね非常に涼しいんですよ。ただね、暑くなってまいりました。で、不思議とねこう山なもんですから、ここだけ雨降ってね、下は
雨降ってないという状況がね前回ありましてですね、前回結構大雨に降られたんですけども、下のねリサイクルショップの通り出たらアスファルトが乾いてたと、道路が乾いてたと、そういう状況でございました。はい。ということでね、今日はね、人生相談に来られた方、とですね、T さんとでも言っときますかね、T さんと、ちょっとやってみるということでね、こういう作業は今までやったことがないということで、暑いからね無理せずにということで、手伝ってもらいました。はい。でね、チキショうまくできないとかってね言ってましたけど、それは最初誰でもね、初めてやることはそんなもんでございますよ。そんなことはね気にしててもしょうがないっていうことでね、とにかくやり続けることによって経験値がね上がってきますんでね、何事にもチャレンジしてもらいたいと、そういう思いでございます。はい、ということで、ピンコロね、これ水平取るのがまた難しいんでございますよ。はい、下がね、人工芝だったり、はい、草が生えてたりね、はい、大変なんでございますが、ほどほどに水平見まして、一応ねだいたい並べ終わりましたんで、次回はね、角材を切ってですね、高さ、出してその上に何でしたっけ、ウッドデッキみたいにね、はい、やっていこうというふうに思っております。ということで、皆さんね、やはり、何をやってもうまくいかないという方結構いらっしゃると思うんですけども、1回や2回ではね皆さんうまくいくわけがございません。それ誰もそうです。でもあいつはなんかすげえとか、なんかすごくできるとかってね、できない人にとってはそう見えるのかもしれませんが、その人もですね前にやったことがあると、その程度なんでございますよ。ですので、自分が、才能がないとかね、そういう問題ではなくてやったかやってないかだけなんで、ですから世の中というものはですね、経験したもの得というようなね、経験1回でも2回でもすればですね、はい、誰でもできるようになりますんで、皆さんね、やったことないことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということでね、こちらね、ケロケロ団の方がね、角材を、調達してきていただきまして、材木をね、いただきました。ありがとうございます。本当助かりますね。はい。意外とこういうのもね買うとね、数万かかってきます。はい。ですので、このすのこもですね、非常にありがたいございます。はい。いろんなところにね使わさせていただいて、釘抜いてね、平板にしてそれでね使っていこうと思っております。はい。こちらがね内弁慶の大将でございます。はい。やっとねランチ時間が終わりましてね、はい、運びのを手伝ってくれております。いやー、そろそろねほんと夏になりますんでね、早くプール完成させて、ワンちゃんが入るところをですね、ぜひ見てみたいと思います。楽しみでございますね。はい、ということでこちらすのこの方もね、はい、運搬車に積みまして、これでねまた山を登っていこうと思いますが、完全に運転席をね潰してしまってますんで、運転席が座れない状況です。ですのでね、ただこの運搬車はねこうやって外からね、操縦できるんですよ。はい、このようにね運転席に座らずとも運転できます。はい。
こは便利なところですよね。はい、ということで、本日はですね以上となります。ありがとうございました。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。ピンコロね、一応水平全部出しまして、そしてねちょっと高さ見ました。はい、こんな感じでね、101角の角材をねこのように立てていきたいと思います。ということでありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はね、内弁慶さんのドッグジャンププール、基礎のねピンコロ、水平出し結構手間になりました。はい、まあね一個一個ね水平見て、やっていきますんで時間かかります。はい、ということでね一応水平出ましたんで、次回から、玉切りして高さ出して、はい、でね縦材、止めていきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。にゲッツ。政治家でもない大気芸でもないこの町の主金庫は私たちだ。自分との夢を松